ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。おめでとう。その用意をしなきゃいけないと思うとね。クライブ、僕は怖いんだよ。まあ顔あのに。施術は常に死と隣り合わせ。そうなの？君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らもそうなの？大勢いる。そんな命がけなの？それでもまだあれを続けるのかい？あれ俺や石の剣の連中が活動できているのは、あれってお前たちが施術どういうことしてくれたおをするんだろう。かげだ。クリスタルの力か刻な。印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くには、この世界はまだまだ障害が多い。あれだよね。だからレーザーなんかないもんね。俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな。確かに外でいろいろ活動するためには覚悟か刻印は邪魔だしね。そうだよね。分かってはいるんだけど。命がけは怖いな。悩んでいては確かに。仕方ないね。とにかくそんな大手術とは思頑張らないとわなかった。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。それは大変。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、なるほど、わかりましたよ材料の。エルモネア草を調達してきてエルもらえないかな。モネアね。お使いですね。わかりました。もちろんだ。手を貸そう。ありがとう。助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。アンバーね。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。あのま辺りではたちょっと強い敵を倒し魔物が増えてるってて噂を耳にした3箇所ぐらいに生えてるやつを気をつけて取ってくるのかな。この前もなんか言ったよね。エルモネア草は川の近くに。このこれ辺りを探すか。これは関係ないか。ちょっと迂回してここね。これですか。じゃあちょっと降りますか。せーのせーの。この青いのがそう。このラベンダーっぽいのがこれ取りますよ。あれ戦わずして取れるのね。これがエルモネア草に違いない。うん。多めに取っておくか。戦いが始まってしまいました。ということはこれは取れませんね。取れませんね。行きますか。じゃあ竜巻で一網打尽ですよ。こんなのちょっと避けて見ておきますか。いつ見てもちょっとツボなんだけど、これ竜巻でせっかくのお花がダメにならないことを祈るよ。よいしょ。炎よ。よいしょ。当たってない。よいしょ。ほら。よいしょ。引っ張れ。まだダメか。ちょっとまだアビリティ使えないな。よいしょ。よいしょ。オッケー。これが鎮痛剤に使えるお花なのね。綺麗ね。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？任して。これで足りるか。ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる。分かってるけど。頑張ってその刻印を消そう。クライブ、やっぱり僕は怖い。まあね。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。毒で？皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。最悪。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合ってたちまち全身が毒に侵されてしまう。すごい卑怯なやり方ね。今度は
何日も激しい痛みに苛まれる人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてそったか、まらない。死んだ仲間たちをたくさん見てきたのね。あの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。だから取らない人たちもいるんだね。今度は石の剣の一員として、なんでみんな取らないんだろうってずっと思ってたの、ア外でジトのの危険な任務中にいる人たち。新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？差別されたくないもんな。それが覚悟だから。ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。あんまり人が人として生きられる場所にみたいな、タルヤとそのキーワード同みたいのはじことを言うんだね。頻繁に言わん方がいいぞ。それに安っぽい向き合う言葉になっちゃうからさ仲間たちに応えるんだって。ここぞという時にバンと決めなきゃそ。のために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って答えてみるよ。いつかなんかスローガンみたいになっちゃうじゃん。シドやタルヤのような覚悟を持てそんなるように。何回も何回も言っちゃったら。なんかスローガン聞かされてる気分になっちゃうから。選挙活動の。シド、いいところに。あなたは取ったんです石のね。剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい。ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。それでどうなった？それから何の知らせもなく。それはまずそうね。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。仲間あってのね、シド、あなたにお願い活動でしたいのです。すからね。コ仲間のールの部隊命を大事の捜索ににせんとな。力を貸していただけないでしょうか。任せて、そういうのだったらもう進んで手を貸しますよ。そういうのこそありがとうございます、シド。長の仕コー事ですよルからの。最後の知らせ薬によると、草を取ってくるとか魔物にそんな襲われたのは長の仕事じゃないんノースリーチだ。近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くでとどまっているはずだ。まずはその辺りで探してみる。なるほど。なんかいるかな。あそこになんかいるね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これもらってから。いるね。ちょっとよいしょと。皆さんどうした？どうしました？この足さえ動きゃまだやれるってのに。怪我してるのかい。無理するんじゃない。ベアラーだな、血がこれはね止まらなくなるだろ。これは守ったベアラー。コールさん。コール、無事だったか？よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ？ドリスに頼まれて大貞からですよお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。何でもかんでもバカ正直に負言うのね。傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちはお前たちのリーダーなんだから当たり前だろうぐらい言えばいいのに。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただ、この状況ではもう、ベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで、助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教まだえてくれ。じゃあそう助かる見込みまさかがないわけじゃないと。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろ一か八かねわ。かりました。ここから南に行ったところで、2馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。う。わかった。すぐに向かう。蛮族ですか。ありがとうございます。じゃあそう報酬は蛮族通貨かな。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。お任せください。あの辺ね。あ、確かにめちゃくちゃ近いじゃん。
確かにゴブリンって言うけどもう2場所か。めっちゃ近くにいるじゃんゴブリンたち。よし OK です。そんでなんかその何その一泊置くの、一泊置いた感じ。何？あ、二人生き残ってた。助けに来た。いや何その猫背目ゴブリンたちに襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。主もいなくて目に誰も命令してくれない正気を感じない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがすごい進化の過程の生きること猫背でしたよも死ぬことも今。自分で決めることができるなら、その命を俺たちに預けてみないか。仲間になるってことだよ。工事ですか。酒も飲めるし、ああお腹いっぱいご飯も食べれるし、よかった、生きててくれた。控えめに言って天国だぞ。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか。ああ、安心しろ。シド、まずもうちょっとあとはお任せください。正気を取り戻してくれ。頼む。送り届けます。頼むぞコール。ドリスには俺からも伝えておく。今にも死にそうな感じになってんじゃん。さてとコールさん、俺たちを助ける、守ってくれる。ほら進化の過程の状態なのよ。彼はまだ人間になりきれてないのよね。シド、ありがとうございました。ベアラたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼みますね。頼みますね。この進化の過程の男をこっちになんか。チョコボが死んでますね。かわいそう。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちとどちらも無事にノースリーチを立ったと。お、じゃあ全て到着を待つだけね。あなたのご協力があったからこそありがとうございます。無事でよかったよ。なんてことないわ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。危なかったっすね。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だからあんな正気がなかったのね。何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて、私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。でもそんなの石の剣って言えあ、ドリスるんですか。戻ってきた。ドリス隊長、無事で何よりだコール。今回は
すまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない、刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの頼覚もしいね悟だったな。コール、たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。やっぱスローガンなんじゃねこれ。なんかみんなバカの一つ声みたいに言ってるけど。石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。政治のスローガンだよ私なこれ。たちは石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。なんか選挙演説にも聞こえてきちゃったの今。手紙箱になんか増えてる。ロザリス城のこと。あ、ジルからだ。なんで直接言わんのかなジル。ロザリス城では助けてくれてありがとう。みんなのおかげで戻ってこれた。その場で言ってくれ。すっかり壊されてしまったロザリスの町。変わり果てた街並みを見て悲しかったけれど、戻らない日々を惜しむのはもう終わり。目を閉じればあの頃の思い出は消えていない。だから前を向いて私のできることをしようと思う。いいことだけど、それ普通に話しかけた時に話してくれよ。この例えばさ、種火の、守り手とかは一緒に住んでないから、ウェイドとかはさ離れてるから手紙くれんの分かるんだけど、なんかガブとかさ、そういうアジトにいる仲間は普通に話しかけた時にその話してくれたらいいのにと思うんだけど。いらっしゃい。あ、ミドについて話が聞けますね。さあ見ていきな。先に買い物。いい選択だ。じゃあね。ちょっとミドについて話聞いちゃおうかな。ついでに今日はミドが帰ってくると隠れ家が一層賑やかになる。あの子の明るさは天性のものだ。ちょっと場にそぐわんけどな。奔放でいたずら好きで周囲の連中を引き込んでいく。そしていつかとんでもなく大きな企みをやり遂げちまう。不思議なもんだ。シドとミドには血のつながりがないってのにないんだ。なかったんだっけ。不思議と本当の親子に思えてくるね。そうなのね。なんか事情があって引き取ったりしたのね。さてと、これからあの子は何をやらかすつもりなのやら全く楽しみが尽きないよ。不思議ですね。そしたらね、じゃあね。血筋じゃないのにシドみたいにこういろんな発明とかができるとかいうの。ミドについて聞ける人他にいない？あ、聞ける。やれやれ。ミドのやつは相変わらずおてんばのようだな。それにしても俺への挨拶より先に工具の注文をよこすとは全く人使いが荒くなりやがって。確かにまったく。挨拶より先だったな。それじゃあ父親の指導にそっくりじゃないか。ま、退屈するよりよっぽどいい。たまには振り回されてやるとするさ。まんざらじゃないのね。崩れゆくロザリス、悲しきかな。あまたの無念を話すと誓う。ここに来るのも久しぶりだ。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。なんでしょこいつはどうやってお前のところに？う。それ私も知らんのよ。俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、野生だったのね。親とははぐれてしまったんだろこの子はだとよ。犬ってより狼どう思うとかそっちに近いのかな。間違いない。
なんでしょトルガルはバリスゼアの北部に生息する兵狼という希少種だ。狼な古のねやっぱり。文献によれば兵狼は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち魔法すら操るとされている。じゃあ本来氷属性みたいなもんですか？フェンリルという呼び名もあるようだな。フェンリル。兵狼フェンリルか。かわいい。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指しているとそうよね思われる。私もそう思います。シバのドだからミナントは芝のそば。北部人にしか生まれん。兵狼が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。ならトルガルの力はジルの影響でああ、なるほど。どういうことだだからジルを助けるとき氷のに女王に付き添う。つまり千葉のドミナントである覚醒ジルとしたわけ長らく行動を共にするうちに兵狼としての力に目覚めた。そして彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら、確かにあの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。じゃあトルガルが今の話なら合点がいく。力を発揮できるのはジルが同行してる時だけっておそらくこと？兵狼本来の力。トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガルすげえじゃねえか。それってジルがいる時だけ発動する力かな？いず常時れにしても発動するのかな？体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなりわしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。狼って木の実食べていいの？肉食じゃないの？ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。おお、いよいよ着工だ。よかったね。クライブも立ち会ってくれ。なんで？分かった。すぐに行くよ。忙しいんですけど。もっとトルガルのことに余韻残させてくれよ。氷の狼ってことだからあれだね。だから衣装を変えるとき青い色に衣装が変わるのがあったんだね。じゃあ次トルガル青い色で統一しようかな。ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。助手が必要でしょ。いい成果が上がればクライブにも教えるから楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。どんないいものがね発明されるか楽しみですね。どんどん人が来た。ここで働く人たちかな。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。技術補助のカリナ。本当に立派な工房ができたわね。ミドの助手としてここで精一杯頑張らせてもらうよ。なんかこけしみたいのがある。ここにこれかわいいね。こけしみたいな。この人は話しかけられないけど助手だろうな。この人もダメ。あ、バーナード。おお兄ちゃん、この間はありがとうな。約束通り工房をこしらえたぜ。ありがとうね。ミド嬢ちゃんの設計は大したもんだ。本職顔負けだよ。これを設計したわけね、彼女が。なるほど。天井はどうなってんの？なるほど。もっとあれだね、ペンキとかがあったらな。ペンキとかあって可愛い感じに装飾できたらよかったけど、そういうわけにもいかないか。そしてこれは石だね。石のテーブルというか作業台ですね。ミド？手を貸してくれてありがとう。そのうち驚きの成果を見せてあげる。期待してますね。ここは何でしょうか？これ何でもないな。ここ多分これ何にもないな。ビビアン、あ、とびっくりした。ミド先生の助手やりたい。子供たちも興味津々。早く声かけに行こうよ。もう遊んでくれるぞきっと。元気いっぱいで若さもあるからね、体力もあるだろうから、きっとね子供たちと一緒のなんか目線になって遊んでくれるぞきっと。ミドちゃんなら子供と遊んでるうちはおとなしくしてくれるだろう。
ブラックソーンも悪くないけど、男にとって一番大事なのはブツのような純粋さだと思うの。目の前に彼ってばもう一人いますよまた失敗して慌てちゃってて。ね、目の前にもう一人いい男いるんですけどね。たまらなく可愛いわ。この人絶対指導がいいとは言ってくれるんだな。この先言ってくれるかもしれない。ちょっとしつこく話しかけてれば私の魅力に気づくかもしれない。ちょっと熱い視線を送っといてやるか。気づけ、私の視線に気づけ。ビビアン、進捗はどうだ？芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。え、それだけじゃないよね。あ、今この場で考えるんですか？何この間。ここで待つのか？そうだよね。いけないか？気が散るだろ。君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ。俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは長情だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。え？客だって？全く心当たりがありませんが。心当たりがあるとしたらおじさんぐらいしかいないんだけども。世話になったな。旦那ならいつでも。やっぱおじさんじゃん。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。豪快なおっさんやな。なんか明るいキャラクターが増えてきたね、アジトに。新規臭いアジトだったけどまあぶっちゃけ。お、同国、なんかストーリー進んだぞ。旧クリスタル自治領なツインサイド、ザンブレク新豆腐っていうのかな。ダルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。フーゴ失ったからな。非を認めたというのであれば、こちらは断る理由はあるまい。あ、クソババがクソババって言っちゃった。物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らぬ。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。何？無論かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風国プカと相対し、それだけでなくまさかこれを懐柔なさるとは誠に感服いたします。なんかさ、ここのクリスタルのカゴ、ここの王様っていうのかさ、クリスタルのカゴ、もうこのクソババアになんか操られてんのかな。なんか実質なんかこのさて、母親が実験握ってるみたいな感じになってるけど、いつ引かせるかということですが、ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。汚れ作業は全部他人に任すのね。ゲイか、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風国プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら、我々も甚大な被害を。風国プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。
バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲイカ。万一戦火が広がろうものなら居住区への被害は甚絶大に。対気にしないだろうなこの人たちなら。多少の損害など捨ておけ。だよね、言うと思ったよ。人が死ぬというならまた出たよ産めばよい。出たよ、こういう建屋が燃えるなら言いそう言いそう。また建てればよい。簡単なことではないか。民を大事にしないところはダメよね、上が。ディオン。はい、ここに。さっさと滅んじまえばいいのに、こんな国。前もこの花の匂い嗅いでたけど。なんなん、麻薬の効果でもあんのこの花。なんか依存してるようにも感じる。ああ、それを指すのね。なんか特別な意味のある花なのかしら、これは。支度せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。こうやってやりたくないことさせられてんのね。そしてあの子供は承知いたしました母親にべったりなのは何なん？命とあらば直ちに。甘やかしすぎと思うがな。父上は何をお考えか。あの花は何なんだ？して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、リオン殿下に裏切りの強調ありと。ああ、占いのようなものですか？アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。なんか王様無能だな。完全に。なんでこんなやつが権力握っちゃってんだ。なんかそしてアナベラのとこの王様の子供感情あんのか。なんかどうしておじさんがここに。いつもあんな感じだけど。とにかく桟橋へ降りよう。桟橋。桟橋？子供たちがいたずら騒がしいわね。お、ガブ。まさかロザリア7家族のバイロン・ロズフィールドをこの目で拝む日が来るとはな。うん、そうでしょう。おじさん、どうしたの？来るなら一言言ってくれたらいいのに。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェイドからこの場所を聞いてな、用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。フーゴと戦ってましたの。詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか？よかろう。そうだ、おい君。
そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万ギル2000万いやちょっともう2人いっちゃってるけどすごいびっくりするよな。2000ギルじゃないの、2000万ギルだぞ。なるほど。ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさかフーゴ・クプカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールド兵の報告にロズフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。頼む。フーゴ・クプカはテゼを引き連れカイロからロザリアへと入った。ふむふむ。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型艦船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の2枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。なるほど。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。これかい？このなんか大都市みたいなとこ。ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍がフーゴ・クプカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴのテゼーとおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり、波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。じゃあ陸から行くってことですか？そこに来てウォールードの並走をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそがフーゴ・クプカ逃走の本命だ。でも砂漠も結構危なくない？私の考えさ。かなり気候的に砂漠っていうのは。なるほど。途中何にもないでしょ、砂漠って。容体が悪化したらどうするの？ポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか士気が低いというか。あれはおとりのようなもんね。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかりご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが足取りをつかめるはずだ。ならわしも途中まで同行しよう。マジですか？ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。それまで一杯飲んでてよ。待っていてください。おお殿、はよ来てくれよ。そこのバーで一杯なんかね、サソリの尻尾のなんかすっごい臭いジャイアンシチューみたいなの食べれますよ今なら。ぜひともご賞味あれ。はい、というわけで、今回はちょっとね次お父さんに話しかけたら出発しそうな感じがするので、一旦ここで、区切ろうと思います。それでは、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。はい、それではまたご覧くださいね。次回も見てね。バイバーイ。